食べ物まるっと研究所です。今回はほうれん草の体への影響についてお話しします。鮮やかな色で料理に彩りをプラスできるほうれん草には、あまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、ほうれん草で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは、ほうれん草の健康効果からいってみましょう。ほうれん草の健康効果一つ目は、高血圧の予防、心臓の保護です。血圧が高い状態が続くと、心臓は強い圧力をかけて血液を送り出さなくてはならず、負担がかかってしまいます。この状態が長く続くと、心臓の損傷や疾患のリスクを高める可能性があります。ほうれん草には血管を拡張して血圧を下げる硝酸塩やマグネシウム、体内の余分なナトリウムを排出して血圧を下げるカリウムが含まれているので、血圧の上昇を抑えて心臓への負担を軽減してくれます。イラン・バムイカ大学の論文でも、硝酸塩が豊富なほうれん草は、食後の硝酸塩と亜硝酸塩の濃度の上昇を誘発して血圧を下げることにより、心臓保護効果があると結論付けています。ほうれん草の健康効果2つ目はアンチエイジングです。ほうれん草には抗酸化作用の高いフラボノイドやビタミン C、ベータカロテンが含まれています。これらの成分が老化の原因になる体内の余分な活性酸素を除去してくれるので、細胞や組織を若々しく保つことができます。これによってシワやたるみなどの見た目の老化の進行を抑えてくれるというわけですね。また他にも体内の過剰な活性酸素は脳細胞や神経にダメージを与えて認知機能を低下させてしまいますが、ほうれん草に含まれる抗酸化物質がこの活性酸素を抑えて脳を保護してくれます。アメリカ農務省老化人間栄養研究センターのラットの実験でも、ほうれん草を与えたグループは加齢による影響が最も遅くなった。抗酸化物質が豊富なほうれん草は加齢に伴う認知行動障害を遅らせると結論付けています。ほうれん草の健康効果3つ目は片頭痛の予防です。マグネシウムが不足すると脳の血管が収縮したままになります。これが片頭痛の原因の一つとなるんです。ほうれん草には 100g あたり 69mg のマグネシウムが含まれているので、血管を拡張して片頭痛を予防する効果があります。アメリカ・ドレクセル大学の論文でも、片頭痛の病歴のある合計133人の患者にマグネシウムを補給してもらうと、すべての片頭痛の指標が大幅に減少した。12週間にも及ぶ試験のデータから、マグネシウムの補給は片頭痛の効果的な治療法であることが分かった。マグネシウムを最も多く含む食品にほうれん草が挙げられると結論付けています。ほうれん草の健康効果4つ目はメンタルを安定させるです。ほうれん草には脳機能の活性化やストレス軽減効果があるグルタミン酸が含まれています。ほうれん草を食べることで脳のグルタミン酸の値が上がるので、ストレスによる抑うつなどの症状を抑える効果が期待できます。韓国生物アンチエイジング医学研究センターの論文でも、ほうれん草はストレスホルモンを低下させる。ほうれん草は脳内のグルタミン酸とグルタミンのレベルを上昇させることで、ストレスやうつ病に対抗する力がある。ほうれん草は心身の健康維持に役立つと結論付けています。ほうれん草の健康効果5つ目は目の健康を守るです。ほうれん草に含まれるルテインは抗酸化作用があるので、目の老化を引き起こす活性酸素を抑えてくれ、老化に伴って視力が低下する加齢黄斑変性を予防してくれます。また、ルテインは青い光を吸収する性質を持っていて、パソコンやスマホなどから発せられるブルーライトから網膜の細胞を守ってくれるのも嬉しいポイントです。ポーランド・ウィッチーカ大学の論文でも、ほうれん草に含まれるルテインは、加齢黄斑変性症や白内障など、がん疾患の進行を遅らせるのに有益な効果があると結論付けています。ほうれん草の健康効果6つ目は、がんの予防です。ストレスや不規則な生活などで、
体内に過剰に発生した活性酸素は細胞や組織にダメージを与えて、がん細胞の発生・増殖につながります。ほうれん草にはビタミン C やベータカロテン、フラボノイドなどの抗酸化成分が含まれていて、がんの原因になる過剰な活性酸素を除去、働きを抑制してくれます。国立がん研究センターの調査でも、ほうれん草など緑色の野菜を含む野菜を週1日以上食べる人は、ほとんど食べない人と比べて胃がんの発生率が低いと結果が出ています。ほうれん草の健康効果7つ目は貧血予防です。鉄は赤血球のヘモグロビンを構成するミネラルで、不足すると貧血の原因になってしまいます。ほうれん草には 100g あたり 2mg の鉄が含まれていることに加えて、鉄分の吸収を助けるビタミン C も含まれています。ほうれん草を食べるだけで効率よく鉄分を吸収できるというわけですね。また、ほうれん草には葉酸も含まれていて、葉酸は赤血球に含まれるヘモグロビンを作り出すサポートをするので、これもまた貧血予防に一役買っています。岐阜市立女子短期大学の論文でも、鉄欠乏性貧血を防ぐには、日常的に鉄分の多い野菜を摂取することが望ましい。鉄分含有量の多い野菜には、ほうれん草と小松菜がある。また、ほうれん草の鉄分含有量については、旬の時期に最も高い値を示すことが確認できたと発表しています。ほうれん草の健康効果8つ目は、糖尿病のリスク軽減です。糖尿病の予防には、血糖値のコントロールが重要です。ほうれん草に含まれるマグネシウムは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを高める効果があるので、糖尿病のリスクを軽減してくれます。アメリカ・ドレクセル大学の論文でも、ほうれん草に含まれるマグネシウムの補充は、空腹時の血糖濃度とインスリン感受性の優位な改善につながったと結論付けています。また、精神的ストレスや大気汚染などで脳に酸化ストレスが蓄積すると、脳の神経細胞が減少して、血糖値を下げるインスリンの働きを弱めてしまいます。ほうれん草にはビタミン C やベータカロテンなどの抗酸化成分が含まれているので、脳の酸化ストレスを軽減して、インスリンが正常に分泌するのを助けてくれるんですね。イギリス・レスター大学の論文でも、ほうれん草などの緑の葉野菜に含まれるマグネシウムが、2型糖尿病のリスクを減らす可能性がある。また、高濃度のベータカロテンとビタミン C が、酸化ストレスを低減することも糖尿病の予防に貢献している。ほうれん草などの緑の葉野菜の1日あたりの摂取量を増やすと、2型糖尿病のリスクが大幅に減少すると結論付けています。ほうれん草の健康効果9つ目は、美しい肌を保つです。ほうれん草に含まれるベータカロテンは、体内でビタミン A に変換されて、肌の乾燥を防ぎ、肌荒れを改善してくれます。また、ほうれん草に含まれるビタミン C は、黒色の色素であるメラニンが肌に沈着するのを防ぐ効果や、肌の張りを保つコラーゲンの合成をサポートして、肌のたるみ、シワを防ぐ効果があります。パキスタン・イスラム大学の研究でも、ほうれん草抽出物は、皮膚のメラニンやシミ、そばかす数を大幅に減少させた。また一方で皮膚の保湿力は大幅に改善されたと結果が出ています。ほうれん草の健康効果10個目は肝臓の保護です。過度なアルコールや不健康な生活習慣、ウイルスなどで肝臓がダメージを受けて機能が落ちると、体がだるくなる、疲れやすくなる、コレステロールが蓄積されるなど体に悪影響が出てきます。ほうれん草にはビタミン C やベータカロテンなどの抗酸化成分が豊富に含まれているので、体内の余分な活性酸素の働きを抑えて肝臓を保護する効果があります。イラン・シャヒードベヘシリ医科大学の論文でも、ほうれん草には高い抗酸化物質とポリフェノールが含まれている。実験研究では肝疾患に対する保護効果があることが分かったと結論付けています。ほうれん草の健康効果11個目はダイエット効果です。ほうれん草に含まれるチラコイドは、食欲を抑えるホルモン、レプチンを増やす働きや、食欲を増やすホルモン、グレリンを減らす働きがあるので、食べ過ぎを防ぐことができます。
イラン医科大学の論文でも、ほうれん草のような緑の葉に含まれるチラコイドは、レプチンを増加させ、グレリンを減少させることによって空腹感を軽減する。チラコイドが豊富な食事をとると食欲が減り、短期的に食物摂取量が減少すると結論付けています。このようにほうれん草には様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんなほうれん草を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。ほうれん草を食べ過ぎるデメリット一つ目は結石を作るです。ほうれん草には独特なえぐみがありますよね。これはシュウ酸と呼ばれる成分で、体内に吸収されるとカルシウムと結びつき結石を作ってしまいます。小さい塊であれば体外に排出されますが、塊が大きくなってしまうと排出ができなくなって尿路結石などにつながります。特に生のほうれん草にはシュウ酸が多いので、食べる際には水にさらすか茹でるなどアク抜きをしてシュウ酸を減らしておくことが大切です。ほうれん草を食べ過ぎるデメリット2つ目は便秘、下痢です。ほうれん草には食物繊維が含まれていて、適量であれば便秘を改善し腸内環境を整えてくれますが、摂りすぎると逆に便秘や下痢を引き起こすことがあります。食物繊維でお腹の調子を崩しやすい人は特に注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それではほうれん草の適正量はどのくらいなのか。厚生労働省は野菜を1日 350g 以上、そのうち 120g はほうれん草などの緑黄色野菜の摂取を推奨していることが一つの目安になります。ただ、ほうれん草の食べ過ぎは結石のリスクもあるので、ほうれん草だけで 120g を満たすのではなく、他の野菜もバランスよく組み合わせることが大切ですね。次に美味しいほうれん草の選び方をお話しします。新鮮なほうれん草は葉が濃い緑色でピンと張りがあります。変色していたりしなっているものは収穫から時間が経っている可能性があります。葉が肉厚で葉脈が左右対称。また葉だけでなく軸にも張りがあってピッと伸びているものを選ぶといいですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント一つ目は食べきれない分は冷凍保存がおすすめです。ほうれん草は乾燥に弱く、時間が経つとすぐにしなびてしまいます。なので買ってすぐに食べきれない分は冷凍保存するのがおすすめです。生のまま冷凍でもいいですし、固めに茹でてから冷凍でも大丈夫です。生のほうれん草は冷凍すると葉がポロポロになりやすく、茹でたほうれん草は塊になりやすいので、1回分ずつ分けて冷凍するのがポイントです。炒め物やお味噌汁に入れる場合は、凍った状態のまま使えるので便利です。食べ方のポイント2つ目は、アク抜きが大切です。取りすぎると結石の原因にもなるシュウ酸を減らすためにも、調理前のアク抜きが大切です。シュウ酸は水に溶けやすい性質を持つので、たっぷりのお湯で茹でこぼすのが基本です。ただ茹ですぎると、今度はほうれん草の栄養成分が流れ出てしまうので、沸騰したお湯で2分から3分程度がいいですね。茹で終わったら冷水にとり、火が通りすぎるのを防ぎます。またお湯に塩を一つまみ入れると、ほうれん草の色が鮮やかに残るので、見た目が綺麗に茹で上がります。次にほうれん草と相性のいい食材をお話しします。ほうれん草と相性のいい食材一つ目は豚肉です。ほうれん草に含まれる鉄は、豚肉などの動物性タンパク質と一緒に摂ると吸収率が上がります。また豚肉にはビタミン B1 も含まれていて、疲労回復効果も期待できます。一緒に炒めたり煮込んだり、料理のバリエーションも豊富ですね。ほうれん草と相性のいい食材2つ目はオリーブオイルです。ほうれん草の栄養成分であるベータカロテンは脂溶性なので、油と一緒に摂ると吸収率を高めることができます。ほうれん草にニンニクと塩、胡椒を少々、オリーブオイルでソテーにしたり、エビを入れてアヒージョにしても美味しいですね。今回はほうれん草の健康効果など、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいほうれん草を適切な量食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。
あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。